日はエビグラタンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、エビグラタンを作りたいと思います。今回はですね、手軽に買える冷凍なむきエビを使って作っていきたいと思います。この冷凍のむきエビをプリッとさせる方法などもご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材の材料をご紹介します。材料はこちらです。冷凍むきエビ、マカロニ、玉ねぎ、マッシュルームの水煮、こちらの具材を使って作っていきます。まずですね、エビに関しましては今回手軽な冷凍のむきエビを使っていきます。もちろんね、生のむきエビを使っていただいても OK です。そして今回キノコ類はですね、手軽なマッシュルームの水煮を使用していきます。このキノコ類に関しましてはお好みのキノコ類を入れて作ってみてください。それでは続いてその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。牛乳、薄力粉、有塩バター、お酒、顆粒コンソメ、お醤油、とろけるチーズ、塩コショウ、こちらの材料を使って作っていきます。味付けのポイントはお醤油ですね。醤油を加えていただくと味が締まって美味しい仕上がりになります。あとはね、とてもシンプルな材料で作っていきます。お酒に関しましては料理酒ではなくて清酒を使っていきます。こちら白ワインなどで代用していただいてもいいかなと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにですね、こちらの冷凍のむきエビを解凍していきます。今回ね、この冷凍のエビがプリッと仕上がる解凍方法をご紹介していきます。まずボウルにお水を加えてください。こちら分量外です。そしてここに塩を小さじ1杯加えます。これをね、混ぜましょう。だいたい海水ぐらいの塩水を作ってください。この塩水で解凍させることによってエビがね、プリッとした仕上がりになります。塩が溶けたらここに冷凍のむきエビを入れます。そしてこのままですね、エビを解凍させていきます。だいたい30分から1時間ぐらいで解凍できると思います。このまま置いといてください。それでは続いてマカロニを茹でていきます。まずお水を沸騰させてください。はい、お水が沸騰しました。沸騰したらここにですね、小さじ1/2ぐらいの塩を加えてください。軽くね、マカロニにも下味をつけていきます。マカロニを茹でていきます。この茹でる時のポイントなんですが、袋に記載されている時間よりも1分短く茹でてください。マカロニはですね、この後ホワイトソースと合わせていくので、その時も加熱されます。なので少し固めに茹でていただくとちょうどいい仕上がりになります。今回こちらのマカロニは9分茹でなので8分茹でていきたいと思います。では入れます。このようにね、くつくつ沸騰させてこのまま8分茹でていきます。はい、8分経ちました。そしたら火を止めて湯切りしてください。湯切りしたらですね、こちら分量外ですがオリーブオイルを少し回しかけます。そして全体に絡めましょう。そのまま置いておくとね、マカロニ同士がくっついちゃうので、このように茹で上がったらね、すぐオリーブオイルを絡めておいてください。マカロニの準備はこれで OK です。それでは続いて玉ねぎを切っていきます。玉ねぎは薄くスライスしていきます。芯の部分は切り落としてください。はい、玉ねぎはこのようにスライスしてください。はい、エビの解凍が終わりました。そしたらね、このお水を捨てて一度ね、水洗いしてください。はい、このように水洗いします。水洗いが終わったらですね、キッチンペーパーでしっかり水分を拭き取ってください。水分が残っているとね、生臭さが残ったりしますので、必ずね、しっかり水分を拭き取ってから調理しましょう。上からペーパーで押さえて拭き取ります。はい、エビの準備はこれで OK です。たまにですね、この冷凍のむきエビに背わたがついてるものがあったりするので、そういったものはね、背の部分に包丁で切れ込みを入れて、そして爪楊枝などを使って背わたはね、取り除いてください。はい、こんな感じです。こちらはね、ついてるものだけやってください。エビの準備はこれで OK です。それでは具材を炒めていきます。まずはじめにですね、フライパンにバターを半分入れてください。そして全体に広げます。
だいたい溶けたらここに玉ねぎを加えて、あとはねむきエビも入れましょう。入れたらですね、塩コショウを振ってください。プラスあとお酒も入れましょう。そしてこのまま中火で炒めていきます。玉ねぎはねほぐしながら炒めましょう。このようにねお酒と一緒にエビを炒めることでエビの生臭さをね取ることができます。はい、でこのように玉ねぎがねしんなりしたらマッシュルームを加えてください。そして炒めます。マッシュルームを加えたらだいたい1分ぐらい炒めてください。はい、 OK です。そしたら一度火を止めます。そして具材をですねフライパン全体に一度広げてください。広げたらですね、ここに薄力粉をまぶしていきます。必ずねふるって加えるようにしてください。そのまま入れるとダマになっちゃうので注意しましょう。このように具材にね薄力粉をまぶしていただくことで、この薄力粉がダマにならずとてもまろやかな仕上がりになります。このね薄力粉を入れる時も必ず火を止めた状態で行ってください。火をつけた状態でやってしまうとこちらもダマになる原因になりますので注意しましょう。全部ふるったら薄力粉をね具材全体になじませてください。はい、このように粉っぽさがなくなってなじめば OK です。そしたら火にかけます。火加減弱めの中火です。このままですね一度薄力粉に火入れしていきます。この時ね焦がさないようにだけ注意しましょう。だいたい1分ぐらいですね火入れしてください。火入れするとねより薄力粉が具材と馴染んできます。はい、 OK です。そしたら続いてここに牛乳を加えていきます。牛乳はね必ず少しずつ加えてください。一度に入れるとねダマになる原因になります。では加えます。ちょっと入れてこの具材となじませます。こうやってちょっとずつやるとね綺麗にとろみがついてきます。このようになじんだらまた加えます。そしてなじませます。火加減はねそのまま中火です。なじんだらまた加えます。そして混ぜましょう。このようにね徐々になじませていきます。また加えます。はい、でまた加えます。牛乳を入れてクツクツしてきたら次の牛乳を入れてください。またよく混ぜます。こんな感じでねやってみてください。はい、で最後の牛乳を加えたらここにコンソメを入れます。そして混ぜましょう。あとは軽く塩コショウを振ってください。一度このままですねクツクツするまで待ちましょう。加熱している最中はこのように混ぜながらね加熱してください。このようにクツクツしてきたらこちらマカロニを加えてください。マカロニを加えたらこのままですね1分ほど煮込みます。火加減ね弱めの中火ぐらいにします。はい、 OK です。それでは最後仕上げですね。こちらバターとあとはお醤油を回しかけます。そして混ぜましょう。バターはですね最後に加えていただくと風味が残ってとても美味しい仕上がりになります。醤油もですね煮込んじゃうと風味がなくなっちゃうので一番最後に入れてください。これでバターが溶ければ OK です。今ちょっとゆるい感じのとろみがついてる状態です。今回ね結構とろっとしたグラタンに仕上げていくのでゆるめに仕上げてますが、冷めてくるとねとろみがね強くなるのでちょっとゆるいかなっていうぐらいで OK です。ただねもうちょっとしっかりめのグラタンにしたい場合は薄力粉をね大さじ3杯にしてみてください。ではね今から器に入れて仕上げていきたいと思います。ではね器を用意してください。必ず耐熱性のものを使用しましょう。そしたらこの中に入れていきます。はい、このように入れてください。そしたらですねこの上にとろけるチーズをかけます。はい、 OK です。あとはねこちらをトースターで表面にこんがり焼き色がつくまで焼いてください。トースターの温度またはワット数はお持ちのトースターの最高温度または最高ワット数で焼いてみてください。時間はねそれぞれ異なると思いますので様子を見ながらねやってください。それでは焼きたいと思います。はい、美味しそうに焼き色がつきました。このようにねお好みの焼き色になるまで焼いてください。これで完成です。はい、これでエビグラタンの完成です。こんな感じに仕上がりました。
このようにね、マカロニとエビがたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。こんな感じでね、中のグラタンはトロットロで美味しそうな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。美味しいです。もうエビがプリップリです。そしてマカロニもですね、ちょうどいい食感に仕上がってます。ソースもトロトロですごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のエビグラタンのポイントです。今回作るエビグラタンなんですが、エビは手軽に冷凍のむきエビを使ってます。こちらもちろんね、生のむきエビを使っていただいても OK です。お好みのものを使用してみてください。このね、冷凍のむきエビを使う場合は、だいたい海水ぐらいのね、塩水につけて解凍していただくと、とてもプリッとした仕上がりになります。このね、解凍する時間に関しましては、時期によって変わってきますので、だいたいね、30分から冬場だとね、1時間ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。そして中に入れるマカロニのポイントです。マカロニに関しましては、袋に記載されている時間よりも1分短めに茹でてください。そうすることでね、仕上がりがちょうどいい食感になります。そして具材を炒める時のポイントです。炒める時はですね、まずはじめにお酒と一緒にね、玉ねぎとあとはエビを炒めてください。そうすることでね、生臭さを取り除くことができます。そして全部ね、具材を炒めたら一旦火を止めて薄力粉をふるって加えてください。薄力粉は必ず火を止めた状態で、かつですね、ふるって加えるようにしてください。そのまま入れるとね、ダマになってしまいますので注意していただけたらと思います。そして薄力粉をふるったら全体になじませて、そしてその後1分ぐらい火入れしてください。そうすることで具材と薄力粉がなじんで綺麗なとろみがつきやすくなります。そしてその後牛乳を加えるんですが、牛乳は必ず少しずつ加えるようにしてください。一度に加えるとこちらもね、ダマになる原因になってしまいます。最初少量加えてなじませて、なじんだら牛乳を加えて、結構ねシャバシャバの状態になってきたら、クツクツし始めたら牛乳を加えて混ぜてみてください。そして牛乳を入れた後はですね、コンソメを加えて、その後クツクツ煮込んで、最後仕上げに醤油とバターを加えてください。お醤油に関しましては最後に入れていただくことで味が締まって美味しい仕上がりになります。途中で入れて煮込んでしまうとね、醤油の香りが軽減してしまいますので、必ず最後に加えるようにしてください。バターに関しましても最後に入れていただくことでバターの風味をしっかり残すことができます。あとはですね、上にとろけるチーズをたっぷりかけてトースターで焼いて召し上がってください。トースターの温度やワット数に関してなんですが、お餅のトースターの最高の温度またはワット数で焼くようにしてください。なのでね、それぞれ焼き時間が変わってくると思いますので、様子を見ながら焼いてみてください。トースターがなくてオーブンで焼く場合は、250度に予熱したオーブンで5分から10分ほどですね、焼き色がつくまで焼いてみてください。もしね、250度がない場合は、お餅のオーブンの最高温度で焼いてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はエビグラタンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんの動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。